こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金補助金のうち両立支援と助成金について解説をしていきたいと思います。子育てと仕事、介護と仕事を両立するため、それを支援するための助成金として両立支援と助成金活用されている企業も多いかと思います。そんな中でですね、もう令和6年度が終わりに近くなってきましたけれど、令和6年補正予算成立に伴って、令和6年度の両立支援と助成金が拡充されましたので、その内容について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは両立支援の現状ということで、今の子育てと仕事、介護と仕事などの現状について見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をする両立支援と助成金ですけれど、令和6年補正予算成立に伴って変更があったコースをピックアップしてご紹介をしていきます。出生時両立支援コースと育休中業務代替支援コース、この2つ拡充されましたので、まずはこの2つのコースの現状について確認をして、そして2024年令和6年12月17日から変更になっていますので、その変更内容のポイント、そして最後に注意点とまとめという形になります。まずは両立支援の現状ということで、今回ご紹介をする両立支援と助成金ですけれど、こちらの助成金は働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に対して助成をするものとなっておりまして、では子育ての状況はと言いますと、今男性の育児参加というのが積極的に促進されている状況で、男性の育児休業取得率の目標というのが2025年には 50%、2030年には 85%、この目標達成をしようという形で政府は取り組んでいるという状況になっております。また、介護につきましては、2016年、平成28年にですね、介護離職ゼロというのを政府は掲げているものの、今現状介護離職というのは10万人を突破をして、高止まりをしているという状況になり、今非常にこの介護離職問題というのが課題になっているところでもあります。また一方で治療と仕事ということで、がんと診断され3ヶ月以内に3割が離職をしているという状況の中で、やはり病気と向かいながら仕事もしていくという、なかなかですね、今は働きながら治療もするということが取り組まれています。そしてですね、完治が困難な疾病なども医療技術の向上によって長く付き合っていけるような環境に変化をしているということもありまして、治療をしながら仕事をするという方も支援をしていくといった状況。また、不妊治療に関しましても、2020年には約45万件だったのが、2021年には49万件に増えているといった状況で、不妊治療への対策というのも取られているといった形になっております。こういった形でですね、両立支援は様々な個人が抱える状況と仕事を両立をしていかなければいけないと。そういったものを支えるためとしての助成金って両立支援と助成金というのがあります。こちらはですね、先ほども解説しましたけれど、働き続けながら子育て、介護、治療等を行う労働者の雇用の継続を図るための環境整備に対して助成をするものという形になっております。この助成金、原則として中小企業事業主が対象になっておりまして、コースとしては全部で6つ、設けられております。出生時両立支援コース、通称ですね、子育てパパ支援助成金と呼んでいますけれど、次に介護離職防止支援コース、3つ目が育児休業等支援コース、4つ目が育休中業務代替支援コース、5つ目が柔軟な働き方選択制度等支援コース、そして6つ目が不妊治療両立支援コースになっております。このうちですね、令和6年補正予算成立に伴って変更があったのが1番の出生時両立支援コース
と、4番の育休中代替支援コース、こちらが変更になっております。変更はもうすでに変更になっておりまして、2024年、令和6年12月17日からという形になっております。では変更前のそれぞれのコース、まずは現状について確認をしていきたいと思います。育休中業務代替支援コースですけれど、こちらはですね、大きく細かく3つに分かれておりまして、手当等を支給した場合、これがですね、休業ですね。そして手当等を支給する短時間勤務の場合、そして育児休業を新規に行うといった場合の3つになっておりますけれど、今回改正があったのは、丸1の手当支給等の育児休業の部分と、丸2の手当支給の短時間勤務の部分になってきております。この手当等の支給、育児休業に関しましては、7日以上の休業をしていただく、そしてですね、手当を支給をするというもの。そして、手当支給等の短時間勤務に関しては、1ヶ月以上の短時間勤務制度で、それに伴って手当を支給をするといったものが育休中等業務代替支援コースになっております。この2つ変わりまして、あとはですね、申請対象は中小企業事業主なんですけれど、こちらも少し変更があったという状況になっております。そしてもう一つ、出生時両立支援コース、子育てパパ支援助成金ですけれど、こちらですね、こちら2段階になっておりまして、第1種と第2種というのがありまして、第1種取らなければ第2種というのが申請できないという前提になっておりまして、第1種を取るのが1人目の子供の場合は20万円、2人目、3人目の場合は10万円となっております。これを取った後に第2種ですね、男性の育児休業の取得率の上昇といったところで、第2種を申請するわけですけれど、ここの部分の第2種に関しましては、第1種の助成金を受給しないと取れないとなっていた、この部分について改正が入っておりますので、ここについても後ほど解説をしていきたいと思います。今回、令和6年度補正予算による拡充ということで、育休中等代替支援コースと出生時両立支援コース、こちら改正になっていると。まずですね、育休中等業務代替支援コースですけれど、こちらはですね、金額がまずは変わってきている。最大140万円で、うち30万円が先行で支給されるという形になっております。またですね、業務体制整備費用として、こちら20万円に拡充されているといった状況。そして、中小企業事業主であったんですけれど、ここはですね、企業の規模が一律300人以下になってという形で、今までは申請対象外だった企業ですけれど、全産業一律で人数でカウントするようになりましたので、もしかしたら申請ができるようになった会社もあるかもしれません。また、短時間勤務者につきましても最大128万円という形になり、そのうち最大23万円が先行支給してもらえるという形になりましたので、育休中、そして育休に対しての短時間勤務ですね、こういった部分を行う場合は、金額、そして先行支給というのがあるので、うまく活用してほしいと思います。また、その他ですね、出生時両立支援コースですけれど、こちら第1種が前提となっておりましたけれど、第2種のみの申請も可能ということで、その場合ですね、育休の取得率 30% 以上、そしてですね、50% の達成という形で60万円支給となりますので、第1種、申請がまだという方でもですね、第2種の方申請ができますので、ぜひ活用してみてほしいと思います。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、育児介護休業法の改正、注意をしてください。2025年4月、10月とまた2段階で改正になります。今回はですね、育児の部分も介護の部分も改正になります。企業によっては義務化をされる項目も出てきますので、確認をしてほしいと思います。そして今現状ですね、人手不足という状況ではあり、求人の充足率というのが約 10% と言われております。今現状会社にいる貴重な人材が長く働ける環境づくりというのが重要になってきていますので、両立支援の取り組みも進めていってほしいと思います。
今回、育児に関する部分の改正になりましたけれど、育児に関する認証制度というくるみ認定というのがあります。こちらはですね、この認定の取得によって加算、今回の助成金されるものもありますので、ぜひくるみ認定の取得も考えてほしいと思います。今後のより良い産業を考えてですね、こういった認定制度の取得も考えてみてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。